ドリームランナーチャンネル。はい、皆様こんにちは。こんにちは。ドリームランナーチャンネルのお時間でございます。今日も渡辺さんと、はい、今年初めての撮影、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。で、僕の後ろにおられます黄色い車体、お尻しか見えないか。これポルシェ993。はい。しかも RS 軽量バージョン、はい、レンシュポルト。はい。かっこいいでしょ、レンシュポルト。かっこいいですね。ね、RS ですよね。で、これ空冷のポルシェリアエンジンで最後の方。あ、なるほどね。はい。なので、まあ長くないよとはおっしゃる方もいるんですけど、イメージ的にはポルシェのね、356あたりから市販されたバージョンとしていろんな車が出てくるわけです。あれの一回締めましょうって言った空冷の最後のお車、なるほど。いうことの、まあ、記念車的なアイコン的な車なんですね。まあその前で話しているのも変なんですが、全体的なポルシェのね、イメージ、これをちょっとお話ししたいなと。なるほど。いうことなんですよ。で、渡辺さんね、NSX のエンジンね、設計されたりして、あれが V 型6気筒。そうです。で、ポルシェさんは水平対向6気筒。そこだけしか一緒の部分がないんですけど。一緒じゃないんだよね、だからね。なので、そこら辺のちょっとよもやま的なね、渡辺さんの思いみたいなのを含めて、ちょっとお聞きしたいなと。で、こういうふうにこの場がありますけれども、自分としてポルシェって、いわゆるこう、ケロヨンライトのね、RR のポルシェって僕の歴史上で912、しかもシュポルトマチック。最近なんかね、インターネット調べると、スポーツマチックっていうらしいんですよ。要は、マニュアルミッションでクラッチがあるでしょ。で、その間にトルコがついてて、で、ギア変速のレバーをキュッと自分の手元にね、圧力をかけるとスイッチが入る。ニュートラルの状態になるんですよ。で、ガッチャンって一足入れる。で、手を離すと、スイッチがまた離れて、クラッチがつながると。で、あとはトルコンでアクセル開けていくと、ドドドドッと走ると。要は、いわゆる2ペダルオートマチック。でも、常にガチャガチャやるわけじゃないんで、最初の時だけ。だけどね、ポルシェさんなんで、結構トルクのレンジが広いですよ。だから、2足あれば、まあ大体普通の道路は、タラ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 普通で走って、高速乗るかなっていうタイミングで4速だったかな、確か。ぐらいまで上がるんですけど、もう普通に乗れました。なるほどね。でね、これを手に入れたきっかけっていうのが、情けない話、日本車とかしか乗ったことない、まだ放たれた時代なんですよ。で、その時に、ポルシェの911が乗りたい。お金をね、お小遣いじゃないですよ。お金をね、握りしめて、世田谷の某お店に行って、911欲しいんですけど、見せてもらっていいですか？もしかして乗ったことないって、ありませんって言ったら、クラッチ壊せよあんた、こっちにしなっていうことで912になっちゃう。なるほど。だからまあ、いわゆるオートマチックなんですね。で、その時のふっと思い出したのが、とにかくピックアップがいいから、アクセルを踏む、ピックアップいいから回転上がる、クラッチをゆっくりつないで完全に離すって、このタイミングが難しいよっていうのをお店の方が言ってたんですよ。そのシュンって上がるよっていうポルシェのね、特質。4気筒でも僕それ、いいなと思ったんですよ。6気筒もっといいってことなんですよね、お店の方の話。そこら辺ちょっとなんかあったら。いや、それは多分ね、クランクマス小さいからですよ。軽量でマス重さがね、それが低い回転の時にキュッとやった時にすぐ上がってくれるかどうか。結構ね、音聞くとね、シャーンシャーンっていくんですよね。911には違うんですよ。前も言ったようにボアがでっかいんでね、6気筒怖いんで、当然リングの抵抗は大きいですから、リングの抵抗が大きくて、で低速振った重たいマスのついたクランクじゃ、それはシュンシュンとは来ないですよね。ボボボンですよね。確かにね、912の時も思ったのは、中回転、要はタコメーターで2000ちょっと超えたぐらいまではね、なんかこうフォルクスワーゲン的なね、ボボボっていうちょっとこう断続音が感じるんですけど、そこからはね、結構シューンっていうリニアな回転に上がっていくんで、そこら辺が気に入ってはいたんです。ただ6気筒乗ってないんでね、何にもそこのコメントは自分じゃできないんですよね。そのクランクマスっていうのはもう、ポルシェの考え方の中の一番大事な部分、中核というか、そうですね。やっぱり。それによって何を求めたんでしょう、ポルシェは。要するに、まあ、俗に言う、まあ、私、ホンダの人間だったですけど、まあ、それはまあ、今も引き継いではいますけど、要するに、いいエンジン、高性能エンジンとすぐね、高回転、高出力、高トルクって、こういう何でも高いをつければいいんだみたいな。で、僕がやっぱり勉強としてポルシェを見たときに、ね、エンジンの回転タコメーター見たって、6500から7000ぐらいから
レッドゾーンでしょ。なんでこれ全然量産の車と変わんないじゃんと。この車もそんなにね低いでしょ。低いですよね。6000だっけ？6000か6500でもうレッドゾーンだから。これ意外ですよね。いやだからなんでなのと、普通の車と変わんないのにだけど走ると速いよねって。だって 3800cc もあって。いやだから排気量をねいかに生かした特性にしてるかと。いかに低いところからトルクコントロールをしてアクセルワークができるようにするかというところをすごくね、狙って作ってる車なんですよ。よく言うスーパーカーとか、まあこの時代のね、スーパーカーとかって何百馬力でしょ、ね、何回転とかっていうのが前にバンバン出たカラール的なねものが多いけど、ってことは6500ぐらいマックスで設定してる車だから、多分カタログ上の馬力って多分大したことないですよね。まあおおむねなんか見た限り300馬力ぐらい。だけども実際には普通の道路を走るのに、他の連中が600馬力だなんだって言ってるけれども、実質そんな使えないわけだから、そうです、スタビリティがよろしく、コーナーが楽しく、走るには300あれば十分だったと。そうですね。でそれがトルク値でいうと実はあんまり変わらないよと。そうです。だからどうね、だから生かして、使うかと。だからさっき言ったまあガチスーパーカーみたいなどっちかちょっとバイクのエンジンに似ていて、重足からまでおとなしいけどそこからウェーンとこう伸ばして引っ張って出すような、でポルシェってそうじゃなくて、例えば200ぐらいまでをふーっと上げてってそこから先はあんまり伸びがねギャーっといかないと。それでもそこまでちゃんとコントロールができて早く行けば、実用にはこっちの方が低速でね乗りやすいよね、こういうところ走るにしても何にしても運転しやすいはずというところを狙ってるんで、だから馬力が足らない分との一生懸命まあレーシングカーなんか見て分かるように、ものすごい軽量化は苦労してやってますよね。でもしっかり同一車だからそれなりに合成感のある車体ですよね。もちろんね。これはもう昔からの定番ですよね。実際でもポルシェって僕のイメージ勝手なイメージなんですけど、特にこの空冷系って他のいわゆるスポーツカーで同クラスで肩並べると1足ギアも足んないですよね。他のが6速度5速度いったの4速だったり、だから結局1速度をカバーしてる範囲が長いってことですよね。そうです。だからいっぱいあるっていうのは上の方によって狭いからたくさん使わざるを得ないということです。昔言った小さい排気量のオートバイが8速も9速もあるっていうのはみんなこういうとこしか使えないからそれを小刻みにつなげてやるしかないと。トルクバンドが狭いから結局うまくつないでいくにはギア数増やすしかない。そういうことです。ってことは機構も難しくなるしエンジンでっかくなるしミッションもでっかくなる。やっぱりそうすると重くなる。そうです。でそこの軽量化軽いことをやっぱり良しとすれば、徐々にいらないものを削ぎ落としていって、じゃあ最後に必要なのは何って言ったら大きなトルクが使いやすくというところに行き着いたらこうなったという結論。大きいトルクをいかに使いやすく、使えるようにしてあるかと。ってことはだから僕らの世代でよく勘違いするのが「まるまるの狼」っていう漫画があったあれなんか見ると。ね、ロータスヨーロッパとね、ランボルギーニカウンタックが直線で勝負かけたりしてるよ、ちょっと、っていう部分もあるけれども、だけど、言ってて妙なのは、ポルシェらしくちゃんと走ってるんですよね。そうですね。加速はバーンといっといて、その後一生懸命、俺のこの回転から元気なんだとか言いながら抜かしてるって、やっぱりそういう漫画にも表れてくるっていう部分でしょうね。ポルシェ乗りの方はどれぐらいの方が見てるかわかんないんですけど、こういう内容で間違えてなかっただから数字だけを見てポルシェのことを語るというのは非常に難しいと思いますけど、私はまあホンダにいたからね、もう昔の人は何せ高回転高出力がいいエンジンだってね言ってて、特に日本に多かったですね。いやいやもうみんなそう思ってますから、そうじゃないというのをまあ逆に言うと実践してきてると。それで2バルブでねレーシングカーまで作ってちゃんとね優勝したりチャンピオン取ったりしてるわけですから、やっぱそこはねドイツの技術屋さんのまあ狙いどころだと思いますよね。そうか。だから初期のその発想が良かったからおのずとその後になってこれはいる部分だいらないっていうのが明確になったんですよね。で基本はあくまでも市販車はレーシングカーと違うんでゼロスタートとかね急な上り坂スタートゼロスタートで上り坂とかねあるわけじゃないですか。そんなところを上だけ回さないとパワーもトルクも出ないような特性だったら、ずーっとオイルスピンしたままこうやって行くしかないようなねよくそういう車いますけど、それじゃないだろうと。下はねトラクターじゃないけどトロトロトロから始まってスピードが出るに従ってトルクをかけた時にそのままスリップしないビューっていく。私がね二輪でモトクロスをやった時にまさしくそこなんですよ。
高回転高出力じゃスピンばっかりしてるだけで走んないんですよ。前に行かないでね。そう。だから 500cc のタンクローなんかと同じで、だからこれなんかも言ってみりゃ6気筒でしょ。だから3リッターのポルシェ、3.2 リッターのポルシェぐらいって1気筒 500cc だからちょうどね、そのトルクをうまくこう使うのにねちょうどいいぐらいの特性なんですよ。残念ながらオートバイはタイヤのこのぐらいしか設置してないから500のトルクなんかフルにかけたらすぐスピンするだけで。要するにね、車になるとよく分かんないですけど、軽いオートバイでやった経験からすると、要するにトルクがありすぎてアクセル上げちゃったら、本当にかいてこう滑ってるだけで実際に走らない。そうですね。でその滑っちゃうからアクセルちょっと緩めちゃって、また余計タイムが落ちちゃって。で緩めちゃうと今度は全然ついてこなくなっちゃうと。それはもう全部トルクピークを上に持ってっちゃってるからね。トラクターみたいにずっと下の方にやって考えれば下からトロトロって走った方がコントロールもしやすいしね。まあ何より乗ってる人が運転しやすい。そうです。要するにね、最後はヒューマンテクノロジーだから人間が感じ取って分かって要するに乗れますかというところにまあ極論をすると狙いを定めて作ってるんだと。何もね排気量でっかいからね350キロ出なきゃいけねえとか400キロ出なきゃいけねえとか、まあ今でもなんかすごいスーパーカー時速400キロだ600キロだって言ってるけどあんなもんねあったからってどこで出すんだよと。使わないでね持ってるだけだったらね飾っとくだけでしょになっちゃうから。やっぱりポルシェの耐久性っていう部分も加味すると、低回転寄りにそうやって作ったら絶対いいでしょうね。それとまあもともとのポルシェ博士は軍用の兵器の開発なんかもやっていて、一番の信頼性は壊れないことだって言ってるんですよ。耐久性壊れないこと。だからどう使っても要するにまあ使い方間違いは別ですけど、まあ普通に使える。範疇で使ってる限りは、メカの方から先に壊れることがないような作りを狙っておこうと。信頼性ですよね。そうです。そっちから始まってるんで、そういうスタートのポリシーが生きてると思いますよ。はい。そうか。なんか85年とかそれぐらいだったかもしれないですけど、ルマンのね24時間上昇がポルシェでしたもんね。そうですね。結局24時間あんだけの速度で走ってね、でフィニッシュ決めるっていうんだから耐久性はもう当時の折り紙でダメですからね。その時に無理してね一番回転なんて回してるわけじゃないからできたんでしょうね。そうです。だからその昔ね、まあちょっと話それちゃうけど、ね66年のルマンでフォードがチャレンジして。ルマンで優勝するでしょ。あれ7リッターですよ。そうですね。ね、その時のライバルのフェラーリあれ4リッターですよ。でポルシェは2リッターから3リッターぐらい。だけどその4年ぐらいの中身を見るとほぼ同じぐらい走ってるんですよ。同じぐらいの周回数走ってる。食いついてってる。そう。だからフォードが最後にチャンピオンね、要するに取った年。は120メーターの差でポルシェ2位ですから3リッターポルシェが。なるほどね。だからもうポルシェの考え方は、要するに軽くすることで性能の足らない部分をカバーしながら信頼性をしっかり持たせると。で人間に分かりやすく作ると。そこですね。あとまあ自分もね長いことこうポルシェという車をねことがあるにつれふっと見たり聞いたりの間で、リアエンジンじゃないですか。ここに重量がドーンとかいるわけじゃないですか、重たいもの。なんでこっちにしなかったのって常々思ったのっていうのは、イタリアンやろうじゃないけど、真ん中にエンジンある方がいいじゃんっていうのはやっぱり自分の中にはあったんで。そこはね、ポルシェのポリシーの中に、要するにパワーソースからなるべく近いとこからタイヤを回すということでいくと、リアエンジンのリア駆動が一番余計な要するに動力駆動力を伝えることないでしょ。そうですね。だから後ろで前ね持っていくにしたって前に置いて後ろにするプロペラシャフト持ったりね、足が長くなったりするじゃないですか。要するにエンジンのレスポンスをダイレクトにすぐタイヤに伝えるためには中間が短い方がいいわけですよ。まあそうですね。ここで全部完結します。だからそういう意味ではここで全部完結できるというのも一つの狙いだそうです。なるほど。ということはそれによって副産物がフォーシーターというね、家族で乗れるスポーツカーってそうですね。だって普通のエンジンミッションってついてるね前に積んでるやつをそっくりそのまま裏返してこう積んでるわけですから。だからスペースがね取れると。やっぱり優位が独尊なんでしょうね。僕らの中でいうスーパーカー世代の人間がフェラーリ、ランボルギーニ、ポルシェってこの3つのね柱ですなんて言って雑誌やなんかでも頭に入ってるわけです。じゃあやっぱりポルシェはちょっと違うところを向いてちゃんと作られたっていう部分が。ただスタートした時のまあ安全基準とはそういうのなかったんだと思いますけど、唯一まあ私的に言うと
ガソリンタンクがフロントにありますよね。低いところだと。だからそれは前からぶつかった時が一番おっかないと。左前やろうの。そう。そこだけですね。だから最近の車は、まあミートシップにしても何にしてもそうですけど、大体シートとエンジンの間ね、どっちからぶつけられてもタンクがいじめられないような構造にしちゃってますよね。そういうところはあると思います。実際に己のことはよくご存知だと思うんですけど、ちょっとセッティングがねよろしくないポルシェなんていうとね、リアエンジンでアクセルポンポンなんてやるとそれだけでキュッキュッと流れるぐらいね。そうだからミッドシップのね車なんかでもまあ名前出しちゃ悪いけど、アルピーヌなんかはもうフロントにもうちょっとでも当たったらすぐタンクがゴションとくるような車でね、実際にトラブったり火災になったりでトラブルを起こしてますから、やっぱり前に置くっていうのはねリスクが高いのかなということですよね。はい、大体あと今16分ぐらい、なんか思いの丈はありますか？いや、それで私は自分は運転はしませんけど、ポルシェを持ってる方はたくさんいて、いろいろツーリングなんかね、一緒に便乗させてもらって、まあいろんな道を走る時の見てると、ちょっとした普通のね山道ぐらいだと、まあ5速あっても使うのはせいぜい2速と3速。まあそうですよね。これ1回だから上げるか下げるかぐらいで、あとアクセルワークだけ。でアクセルワークだけでいちいちこうブレーキを踏み替えてるんじゃなくて、アクセルだけでこうね、あとはハンドル切ってタイミングを取ればいいみたいな運転ができると。それはだからちょうどクランクのマスとエンジンのレスポンスとのいいところをうまく掴み取って運転すれば、本当にねブレーキなんかあんまり踏まないでねアクセルワークだけで走れる。普通の人ってこうメーパーでメーパー戻すみたいなのがアクセルワークと思うけど、実際には半分まで踏めばねパワー8割出るんで、実際には0から半分までのところの美味しいところがどの辺かってこれをね掴み取ると、それがちょうどこの持ってるね、特徴と合えば、F1 やってるアイルトン・セナだって、1秒間にアクセルを5回こうオンするっていうのは、フルスロでやるわけじゃないんですよ。美味しいところをだからせいぜい40度30度ぐらいの間でこうオンオフするんですよ。トルクのね変化を求めてるのに、そんな最高回転でやったって意味ないもんね。ないんです。なるほど。だから上手い人は教えられたわけじゃないけど、自分でねどう使ったらこいつの良さを生かせるかというね、アクセルワーク。エンジンにとって最後の要ってアクセルどう踏んでるかだけなんで、そこにやっぱりね腕があるかないか。来週のね公開のこのポルシェ993の時にね、オーナーさんに実際来ていただいてですね、話を伺うんですけど、その方もね実はオートバイは増資の深い方で、結局オートバイも車もそうでしょうけど、アクセルベタ踏みでねおりゃーってやってるのってもう乗せられてて何でもできる状態じゃないですか。いや、それは50cc のオートバイぐらいになることですけどね。ですよね。でさっきの話じゃないけど、アクセルのついてくる突きの範囲が広いってことは、減速も加速もコーナーリングの途中のトラクションも調整が人間がしやすいということの実践だから、当然車でもバイクでも同じことがそれは言えるわけと思いますよ。ですよね。そこで高野さんに言うんですよ。お聞きしてみましょう。そうですね。国際 A 級ライダー。なかなかね、私もバイクも四輪もそうですけど、乗ってる人、で四輪の方はね、黒沢元春とかね、清水和夫とか、まあそれなりの名の通った人にも直接話をしたことあるけど、乗ってるフィーリングとかアクセルワークを語ってくれませんかって言っても、そんな難しいこと喋れねえとほとんど言うんですよ。乗ってみろってねやってみせられるけど。俺は喋るの得意じゃねえから、黒沢元春なんか何にも喋れなかったから。でも考えてみたら、ライダーというもしくはドライバーもそうですけど、まあ自分もこういうふうに言ってますけどね、乗ってる時のどうこうしてるのを説明してみろって言えないですよね。でしょ？ほとんど無意識にやってるんですよ。ところがね、作る人間はもっとこうしてほしいとかああしてほしいとか言われたら、どうやったらそういう味付けになるのか、掴み取るね、フィーリングが出るのかっていうのを、これは具体的にメカで作らなきゃいけないんですよね。そこ一番難しいよね。だから味付けというか、どこをどうしたら今言ったねレスポンスが良くなるのか、アクセルワークがね、いい分かりやすいぐらいのスピードでできるようになるのかって、これはねもう至難の技なんですよ。
だからよく渡辺さんが言ってる性能設計が大事だよってよくおっしゃるじゃないですか。で結局ね、ポルシェのこの車を見る限りだと、性能設計よりも、まずコンセプト設計ね。そうですね。それはもう会社としてのコンセプトが、そうですね。その段階まで遡ってこういうものを求めてたんですよね。だからそれにとって行くと4速でいいじゃんとか、他の車が6速だったってかけなくていいわけですよ。そういうのができるんだ。そうですね。日本もちょっと見習ってほしい、ね。ポルシェが8速とか9速のミッションなんかつけてないでしょ。そう、最近のなんかポルシェなんとかかとかってまあ6速つけたとしても、本当にね燃費稼ぐために6速でね、オーバーレーションにして、高速道路1000回や1500ぐらいも回せば100キロなんか出るわけですからこれ。だから長丁場で移動するならそういうギアがないとね。必要ないのにさ、ね、あーって100キロで走ってもいけないじゃないですか。そうですね。わかりました。いいお時間だな、21分。そうですか。全然こう、ね、これだけの車が後ろにあるのに、この子が出てこなかったんで、来週ね。なかなかね、難しいですけど。いろいろとお話聞いてみましょう。今日はここで失礼させていただきます。はい、どうも。ありがとうございました。はい。